さん、こんにちは。夜の人はこんばんは。釣り今日です。はい。今日はね、もうバス釣りといえば基本というか、僕が初めて、ブラックバスのね、ワームの釣りを覚えたのは、テキサスリーグなんですよ。で、今日はちょっと、原点に書いてじゃないけども、知らない方もいるかもしれないので、はい。今日はテキサスリーグの、イロハだったりとか、僕がよく釣れた動かし方をね、改めて紹介したいと思います。基本だと思うんですが、始めようと思う人とか、初心者の人とかは知らない動かし方もあるかもしれません。はい、これもね、もう様々なテクニックとか、いろんなリグの方法もあるんでね、ぜひ紹介させていただきたいと思います。はい、行きましょう。はい、一つ目、もう普通にテキサスです。ね、はい。ね、シンカーはライトテキサスって言って、軽いシンカーから 3.5g とかね。で、反対にめちゃくちゃ重たい1オンス、パンチングと呼ばれてるやつね。はい。ワームはね、もうザリガニが多い時期やったらザリガニ、今やったらいいですよね、春はね。別に春じゃなくても釣れますよ。ワームはね、好きなんでいいと思うんですが、まずね、一番、よく僕がするのは、一つは、ここね、これで、こういうゴムでね、ここを止めといて、ここを動かさへんようにしてやる方法もあるしね。今止めてる人が多いかな。ちょっと隙間開けたりとかして、倒れ込みを利用する。もう反対に、最近やったらバウヘッドやったかな。そういう進化があって、もう倒れ込みを利用した、ね、ありますよね。あんなんもええと思うし、僕もまだあれ触ってないね。あれはものすごく魅力あると思ってるんでね。近々やってみたいなと思いますね。とにかくね、一つ目、一テクニックといえばね、やっぱり一点シェイク。一点シェイクなんだけど、このシンカーを動かすシェイクね。シンカーを動かすシェイク。結構意外と動いてないんですよね、ワームはね。ですんで、そういう時はこういうちょっと足がいっぱいついてるね、ワームを選ぶとか、あとは、ホックワームとかね。そんなんが有効になってきたりしますね。バルブータルでもいいですし。もうテキサスはもうね、僕もね、テキサス、もうセットで売ってたんですよ。小学校4年生ぐらいの時に、初めて買うたワームが、セットで売っとったんですよ。もう、針もワームも、シンカーも、これでやれってみたいな。安かったんですよ。アメリカのワームで。ダッサダサいですわ。今から思えばね。これもこんな立派な針なかった時、このゲーブになっててね。普通にもわかるかな、ちょっともう持ってへんね古いねんけど、直角のオフセット。もしくはオフセットじゃないですよ。普通にも針なんですよね。知ってるでしょ、古い方は。それでもうセットで売っとって、300円ぐらいだったかな。これでバス釣ればいいんだって、もう小学校4年からわからんからね。本も見んと、もう、店員さんに聞いて、それ買ったらテキサスできますよ。それバス釣りですよって。はい、言うて買って。そんな感じでね。やっぱりテキサスの、この一点シェイクね。シンカーを動かすんやけど、釣れます。一点シェイク。これはもう、ワームの釣りにおいてはもう一点シェイクは、もうほんま基本やわね。はい、次はね、やっぱり、ズル引き。ズルズル、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 ズルズル。ね。で、次は、2番目、ズルズル、ズル引き。これもだから、一点シェイク、ズル引き。これはどこのね、ダウンショットもそうやし、ジグヘッドもそうやし、何でも使えますわ。
だから原点はこのテキサスリグを覚えてから他のリグ行った時にね、あ、これも使えるんだ、これも使えるんだってなりましたんでね。やっぱり僕はテキサスリグを一番初めにやってほしいなと思いますね。もしパス釣りやろうかなとか、初心者の人で、どれを先にやったらいいね、思う方はね。僕はやっぱり、キスだと思う。はい、こんな感じで、3番目かな。もう。次は、シェイクしながら動かす。シェイクしながら動かす。で、どっか岩とかスタックしたら、そこで一点シェイクとかね。芯から動くねんけど、どうしても。こんな感じでね。本当に強いんで、3つ目は、シェイクしながら動かす。シェイクしながら動かす。ね。釣れますね。基礎やな。ほんで、次はね、スイミング。これで負けんねんね。結構ある。テキサスは。めっちゃ種類が。ちょっと自分で作ったジャンボグラブなんですが、太いでしょ。すぐちぎれるからね、ゲイリーの太いのに変えたんですよ。これ自分で作ったんですよ。ちょっと汚いんだけど、ちょっと適当につけますわね。こんな感じで。ちょっと曲がっててもすいません。で、これやったらね、ちょっとペグ止め、ゴムね、つけた方がいいかな。これでね、巻いてくね、中層を。スーって。いわゆる巻きってやつね。で、これロングカーリーがあるんですよね。知ってるかな？ラトルスネークっていうワームがあったんですよ。バークレーやったかな。あれで夏めっちゃ釣れた。春も釣れた。今でもいいと思う。春でもね。だからスイムジグとか今流行ってるじゃないですか。あと、シャットテールのスイムジグ。それより僕は、昔はね、琵琶湖もね、ウイドがびっしりあって、本当はバイブレーションとかクランクで掘りたいんだけど、負けへんかったよね。ウイドがびっしりあるから。その時に重宝したんが、この、スイムジグなんですよね。スイムジグじゃないけども、巻きって言うんですけど、でこのね、グラブでもいいんだけど、こうテールがついてるワームを、ピャーって巻くことによって、今まで釣れへんかったやつだね。もう簡単に釣れんねん。食い方もすごいねんね。ピリ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 って感じで、ブシャーンって、ピリ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 って感じで、プシャーン食ってきよるから、もうたまらんかってね。食ったってぐーってライン持ってきよるし。それも覚えたしね。ね、はい。4つ目かな。スイムジグじゃないな、これは。巻きって言うんだけど。スイムって言ってましょうか。スイミングやね。テキサスのスイミング。これはちょっとワーム限定になるんだけど。はいですね。テクニックというよりも、リグやな。あとはやっぱパンチングですわ。これの重たいジグ。1オンスとかつけてもらって、しっかりペグ止めしてね。ちょっと離れかすのもありですわ。それの、マットカバーに入れて、ピャーってスーッと落として、もう、ホールで壊すみたいな。これはね、夏一時めっちゃ流行ったんですよ。最近ちょっとあんまり弱いんだけどね。今でも通用しますよ。全然。パンチング。はい、5つ目かな。パンチングやね。あとはそのワームによってもいろんなワームでできますので、本当にね、基本ですね。こっから始めてもらいたいな。やっぱりバス釣りのワーム釣りは。そう思いますね。あとは、ちょっと懐かしい話をしましょうか。イロハ。懐かしいイロハ。これ。僕が初めてテキサスリーグをやったのが、このワーム。これスパテラちゃうで。似てるでしょ、スパテラに。これね、スライダーワームって言うんです。このスライダーワーム。もうこれでね、ひたすらやってましたわ。釣れるまで。このテキサスで。
僕が一番最初にやったテキサスのワームは、このスライダーですよ。めっちゃ釣れたの。うん。で、まあ後にチューブワームでテキサスしたりとか。ええ。その時はそういう、あんまりね、まだに、日本のワームがなかった時ね、海外のワームばっかりが、まあまあ、僕とこの家の近所にはそれしかなかったって感じですけどね。でもこれは売っとったんで、懐かしいでしょ。スライダーワーム。スライダーで。へえ。こっから覚えたんですよ。でもね、一番初めに釣れたのは、ナマズでしたわ。うん。ほんで、ちょっと水路があって、そこでブラックバスがいるよってなって、もう学校終わったら中学生の時かな。小学校5年、6年ずーっと通ってました。学校終わったらみんなでっていうか友達2、3人で、もう行くでーって言ってましたね。釣れようが釣れまいが。その時やってたんがもうずーっとテキサス。笑けるでしょ。そういう人が知らんかったんですよ。ましてやもうね、今やリールも性能いいじゃないですか、竿もね。飛ばへんね。で、だから、どうやって飛ばしたか言ったら、あれ、メカニカルブレーキをもうゼロにする。もうガンガンに。で、サミングでバーってやっと飛ぶんですよね。あそこ飛ばしたいのになーって、もう30メートルさ、そこまで飛ばへんね。あまあ、安いリールやったからね、5000円ぐらいやったかな、台湾の。懐かしいでしょ。だからもう、いかに飛ばすことを考えてたんで、メカニカルブレーキ緩めて緩めて、やっと飛ばす。でも、緩めすぎたらすぐバックラッシュするんで、今のリール、もっちゃ性能いいでしょ。羨ましいですね。だから僕らの場合はもうブレーキなしなんですよ。アクセル全開みたいな車で言われたら。ダーンって。で、どうやってコントロールしたから、もう手でサミングですよ。ピャーって。だから未だにね、うちの甥っ子がね、僕のリール触るんですよ。うわ、ほれへん言うんですよ。アクセル全開から。メカニカルブレーキはもう最近は閉めてますけど、最近のリールはええからね。うん、でも、ね、他の人にしたら、緩い方ですわ。だから、掘れへんですよ。すぐバックラッシュしようねんで、こんなん掘ってんの言うて、わー言われますわ。だから僕はそんな時代なんですよ。ええ。アブでもね、懐かしいアブあるんですよ。古いやつ。で、やっと買うて、やってましたね。年々飛ばへんね。そんな時代なんですよ。ええ。だからバスブームが始まるちょっと手前やったから、だからリールも全然いいのなかったね。で、ましてや高いリール買えへんかって。で友達がやっとね、お年玉で買うたんが、見せてもらったんですよ。何買うたのみたいな。スコーピオンですよ、芝の。かっこよかったね。それでようやくちょっと使わせてもらって、あ、こんな飛ぶんやってびっくりしましたわ。そんなちょっと懐かしい話させてもらいました。はい、そんな感じでですね、テキサスリーグ、僕が覚えたのはこのスライダー。懐かしいでしょ。あとはね、ギドバクってあるんですよね。ザリガニの。あれとか。うん。で、これ知ってる人いる？これもアメリカやと思うんだけど、これ、これ懐かしいでしょ。色変わんねんで、水中で。うん。これ、これ知ってる人めっちゃもう同じ世代ですわ。プロダクトトーナメントは持ってるんですよ。これね、でっかいのくんね。これパスすると。これのね、ロングワームがあんねんね。長い方。うん。これ、めっちゃ釣れた。ああ。だからもう残したんね、これ貴重やからね。使わんと。名作ワーム。今でも使いたいな久しぶりにね。ちょっと汚くつけて申し訳ないです。これ知ってる人いる？これ、ちょっと伸ばしすぎたら分かりづらいかな。これのテキサスリーグ。みんなやってたね。もう売ってなかったから、他のやつが、もうこのスライダーと。ええこれね、これ、知ってる人いるこれ。へえ、懐かしいでしょ。
プロダクトトーナメントワームで出してみてください。出てきますわ。たまに売ってますわ、中古でも。うん。これでテキサスやってましたね。それで覚えたんが、ぴょん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 。ぴょん、ぴょん、ぴょん、ぴょん。その前ね、ぴょん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 、バフ。ちょっと、メタルジグみたいな使い方。それもありますよ。ぴょん、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 ぴょん。そこへね、ぴょんぴょん、ぴょんぴょんしてくるんですよ。バスが近づいてきて、パーンってくるよ。だからいろんなテクニック、テキサスもあるんで、ぜひやってみてください。あとはもうカバー打ち。ひたすらカバー打ち。ピッチング。ペン、ペン、はい、つれへん。ペン、つれへん。ペン、つれへん。それやったらね、重たい、テキサスでもできますしね。で、ちょっとようやく、知ってるかな、ポパイっていう店があったんですよ。そこでできたワームがこれ。クリンクルカッツ。これが一番好きなのはジグヘッドなんやけど、このテキサスも釣れたの。懐かしいの持ってるでしょ。しかもこのから一番釣れんねんね。これ。もうつけるだけで嬉しいわ。笑けるでしょ。これで釣ったらね、サイズが来んねん。ほんま。はい、これのテキサス。クリンクルカッツテキサス。線香でもよかったよ。懐かしいでしょ、これ。僕がもう今触っただけで嬉しいもんね。これが一番釣れたのは1点シェイクだったね。こう。懐かしいのちょっと出しますわ。こういうちょっとちっちゃい見にくい。ビーズってあったんです、昔。テキサスの間に挟んで、ここに、ちょっと見にくい。ごめん。ここに挟むんですよ。このラインの間に。ここの間に。で、カチカチとかして、ここね、こう挟むと、こう挟むとね、このビーズを、このテキサスと針の間に挟むとね、カチなんねん。で、このいろんな光があんねん。ブルーとかね、赤とか。知ってますね、流行ったんですよ。で、このテキサスの進化も、いろんな進化があって、これちょっと普通の、これタングステンですよ、ちなみに。今はタングステンあるでしょ。その時は鉛とか多かったね。あとね、何やったかな、音が、いい音が鳴るやつ。コンコンコンって金色のね、鉄やったかな。なんかそんな進化があったんですわ。ゴールドのね。懐かしいでしょ。また写真で出しておきますわ。それがね、音がコンコンコンってなってね、ものすごく釣れた覚えがある。その進化使ったらね。懐かしい話してるでしょ。ね。で、フリーリーグっていうのは、こっから始まってると思うんですよ。あいつはね、ここに進化がぶら下がってて、こう、フリーな状態やから、こう、フリーになるでしょ。バーっとっていく。テキサスでもできますのでね。特に、向こうの対岸が、こういう斜面であって、ね。だから向こう掘ったら、下がってきますよね。で、ところどころ岩あったり、木あったりしますよね。それをね、このフリーにしといて、引っ掛けて、向こうの岸に落として、こう斜面でしょ。で、テキサス来るでしょ。こう。ね。で、シンカーが先に落ちるんで、こうなるんですよね。で、後からワームが追ってきよる。要するにフリーリグみたいな使い方ですよ。だからできますので、本当に。ホールで壊す。その時はこういうペグ止めはいりませんけどね。だからテキサスは本当に、巻きもよし、シェイクもいろんなあんねん。はい。そんな感じですね。やっぱりテキサスは基本なんでね。ワームは本当に好きなのいいと思います。やっぱり基礎なんで、バス釣りね、初心者の人はね、やっぱりいろんなワームで釣れるまで、で、いろんなね、ことができるので、それで試してみてください。必ず武器になるんで。そっからやっぱり、ね、
ヘビキャロであったり、フリーリグであったり、ジグヘッド、ダウンショット、ネコリグって入ると、もうさらなり釣れましたんで、テキサスはやっぱり基本です。はい、ありがとうございます。ちょっと私の思い出話と、使い方と、いろは紹介させていただきました。ぜひね、やってみてください。これはもう、釣れへんかったら、で僕もね、最近いろんな釣りしてても、迷ったらもう、まずテキサスやるんですよ。うわ、釣れへん、どうしよう、何しても釣れへん。ビッグベイトしようが、バイブレーション掘ろうが、3インチワーム掘ろうが、ダウンショット掘ろうが、釣れへん時ってあるんですよね。どないしても。バスってね、ほんと賢いから、難しい時ってほんま反応せへん時あるんですよ。何しようが。そういう時はね、我に返って、テキサスやるんですよね。未だに。だからほな、分かってくるんですよ。例えば木の枝に引っ掛けて、スッと折った時に、パーン食ってくる。ホンガリングテクニックってあるんだけど、パーン、ちょっと2分の1ぐらいの掘って、コーン、コーン、コーンって当てて、コーン、コーン、コーンって水中で、シェイクというか、上げて、リフト&ホールして、スーッと折った時にコーンってくるんですよね。それをホンガリング、水中テクニック、菊本プロさんかなが有名なテクニックあるんですよ。それもあるし、本当にね、迷ってしまったら、うわ、釣れへん、どうないしようと思ったら、テキサスやってみてください。そしたら見える世界があるんで、はい、おすすめします。またいろんなこと紹介させていただきます。ありがとうございます。